日本製鉄が US スチールを買収する件、だんだんこれもきな臭くなってきたなと思って、この件をちょっと動画にしてみようと思ってます。そもそも日本製鉄って新日本製鉄と住友金属工業がね、もともと合併してできてて、新日鉄住金みたいな名前だったんですよ。何をやってるかって言ったら素工ですよね。素工って何なんやっていうと、簡単に言うとまだ加工されてない、鉄の元みたいな感じですよ。こういうね、なんか一回は NHK とかで見たことあるようなやつですよね。でその素工の生産量で言うと中国勢の次、世界トップクラスなんですね。でそれを US スチールを買収して、さらにその素工の生産量を世界ランクを上げていこうみたいな感じで US スチール買収が始まってきてると。やっぱりね、日本って地震が多いんで、この日本製鉄の鉄とかね、かなりいいって言われてるんですよね。スカイツリーとか瀬戸大橋とか、なんか関空の連絡橋とか、そういうとこも使われてたりとか、もうこの軽くて強い鉄っていうのがね、日本の耐震とかの建築には不可欠となってるみたいです。で、そもそもね、日本製鉄がこの US スチールを買収しようとしてて、何回か、ここにもね、ホームページ出てますね。拒否されてたんですよ、トランプさんにね。もともとトランプさんが大統領になる前からの話なんですけど、 US スチールを買収したいと。じゃあ政府側がバイデンがダメだと、 US スチールはもうアメリカを代表する会社だと、そんな会社を他国に譲るわけにはいかないと。ただUS スチール側はいやもう買収してくれと、日本製鉄が一番高く買ってくれるし、従業員の雇用も守られるし、このね従業員たちはもう買ってほしいと、もう潰れちゃうという中で、やっぱり買収はダメだってなってたんですけど、ここに来て一転トランプ氏が買収をしてもいいと言い始めたんですね。これも関税の話と一緒で結構きな臭さがあって、それは何かっていうと、この NHK にも載ってたんですけど、僕が気になったのがこのね、トランプさんが昨日かな言ったやつで、ここです。日本製鉄による US スチール買収計画について、アメリカのトランプ大統領は25日記者団に対して、アメリカによって支配されることになろうと。どういうことみたいなアメリカによって支配されるって、結局ね、買収してもいいって言ってたけど、どれぐらい買収していいか言ってないんですよ。もともとはね、完全子会社化をしたかったわけですよね。 US スチールをもう買収しちゃいたいっていう感じなんですけど、このアメリカによって支配されるだろうんと、ここでもう結構ハテナってなってるわけですよ、僕は。どういうことだみたいな。日本製鉄は部分的な所有権を持つことになると。まずここが1個目のハテナ。大丈夫そうみたいな。どういうことだみたいな。だからまだディールはね決まってないと、考える方が正しいですよね。もちろん決まってないんですけど、正確には決まってないと。でさらにもう一点不安なことがあって、このトランプ氏ね、やっぱりビジネスパーソンなんですごい上手なんですよ。もともと日本製鉄ってこの US スチールを買収するときに、これ日本製鉄、こっちが US スチールなんですけど、これね買収で今バコーンと上がってます。 US スチール側買収されるっていうので、もともとね2023年12月18日かなに発表された時の買収額っていうのはだいたい149億ドルぐらい、2兆円ちょいですよ。でそれにプラスして追加投資をしますよと。この買収金額と別にね追加投資をしますっていう話だったんですけど、一番初めの追加投資額ってだいたい14億ドル、2000億円ぐらいですかね。でその後米国政府がね、さっき言ったみたいに拒否したわけですよ。ダメだと、 US スチール買収させねえと。なんで仕方なしに2024年の8月ぐらいかなに27億ドル、40億ぐらいかに引き上げたんですよ。14億ドルからなんと倍に引き上げたと。ただここに書いてるんですけど、クリエイトアットリースト7万人のジョブとアッド14ビリオンダラーズ US エコノミーって書いてるんですけど、これどういうことかっていうと、7万人の雇用を生み出すとともに140億ドルの投資をしてくださいねっていうことなんですよ。おっと待てよと、140っていう単語は結構ややこしいんですよね。もともと買収金額149億だったんで、僕は一瞬初め見た時は買収金額の話をしてんのかなと思ったんですけど、そういうわけじゃなくて、追加投資が、一番初めは14億ドル、その次が27億ドルで、今直近はなんと140億ドル。そんな金であるかっていうね。なんで合わしたら2兆2兆の4兆ちょいなわけですよ。4兆ちょい投資してねと。はい。買収に2兆、さらに投資に2兆みたいな。おおと。ちなみに日本製鉄の時価総額って3兆円なんですよね。時価総額は上回る金額の投資をしなきゃいけないと。ある意味うまくいけば、すごい成長が期待できるのかもしれないですけど、こうね、貸借対照表見ても、
現金っていうのは6700億ぐらい、流動資産でいうと4.5兆ぐらいあったりとかするんですけど、もちろん負債もねかなり大きくて、5兆ぐらいあると、っていう会社がここで4兆の投資って言ったら結構でかいなと思いますね。確かにこの USCL を買収したことによってね、初めに言ったようにそこランキングもすごい上がって、中国に追いつき追い越すじゃないけどかなりいいとこまで来ると思うんですよ。で実際日本製鉄もね、割安ではあると思うんですよね。結構安い水準で売られてるし、日本にとってもすごい大事な産業ですよ。そこっていう産業はね、日本が車とか自動車産業みたいな感じで支えてる一つの大きな産業ではあるんで、ここをねしっかり守っていく必要があると思うんで、日本政府がねそのトランプさんに対してここの交渉をうまくね取り持ってくれる必要があるかなと思うんですけど、現実的なラインで買収できるかどうかをしっかりね、確認してほしいなと思いますね、政府側にもね。はい、で実際日本製鉄の今日の株価っていうのは一時期ね結構上げてて3%ぐらい上げてたんかな。そうね、結構もっと上げたな、5%ぐらい上げてたのが、今はなんと1.5%ぐらいまで上がったんで、バーンと上がって落ちてきたみたいな、勢い余っていったけど、いや、結構ちょっとやべえなみたいな感じで下げてきてるのかな、みたいな感じの動きは見えます。なんで、言うてあんまり、若干プラスには捉えられてる、市場としては2%ぐらいか、プラスに捉えられてるんですけど、方向感、これも探ってるなって感じですよね。みんなも本当に大丈夫かなと思ってるかなと思います。皆さん、この日本製鉄、どう思いますか？買い場だと思いますか？うまくいくと思いますか？ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。